星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。今回はお土産の話をしていこうかなというふうに思います。皆さん、旅行お好きですか？いや、話の振り方が雑でとっても申し訳ないんですけど、私、意外とお出かけすごい好きでいろんな場所に行くタイプなんですよ。で、もともと、大学生の時に、そんなに大きい旅行とは言わずとも、毎週美術館だったり、博物館だったり、喫茶店だったりに行くみたいな生活をしていたので、もうしょっちゅういろんなところに出かけていたんですね。で、それが社会人になると、やっぱ新幹線とか使う旅行増えました。お金があるってすごい。本当にお金があると移動がこんなにも気軽になるんだなと思いました。そう、だから旅行がね、今年すごい増えたなって思う変化の一つなんですよ。そうで、旅行といえばやっぱ私にとってお土産って結構大きいカテゴリーというか項目なので、ちょっと今回お話しできればなというふうに思います。そう、でお土産の話とは言いつつ、私意外と現地での体験を重視しがちなタイプなんですね。そうだからお土産を買うのが結構苦手で、例えば旅行に行って現地の人と会話したのが楽しかったっていう風になったり、あとは現地で、ものづくり、消費しちゃうもの、お菓子作るとか、でも作るっていうこと自体に対して魅力を感じてしまうので、それを持って帰れるかどうかにあんまり固執しなかったりするっていうタイプで、わざわざお土産屋さんに行って自分のためのお土産を買うっていうことがすごい苦手だったんですよね。だから、人に対してのお土産は買うけど、自分のは買わないで帰ってきて、あんた自分のお土産何も買ってないのみたいに言われることは結構あった。そうなんです。結構ありまして、そう。で、それが実際社会人になってお金を稼いで余裕ができてきた中で、いや皆さんね、多分バイトとかしてると思うんですけど、私はそんなに学生時代やってなかったので、はい。なので結構社会人になってその辺をちゃんと考えるようになったんですよ。そう。で、自分のためにお金をかけるって結構大事なことだなっていうのに最近気づいて、お土産をね、旅行先でちゃんと買おうっていう風に意識が変わったんです。そう。もしかしたら、自分に対してお土産を、買いたくないじゃないけど、買うことに対して苦手意識持ってる人っているのかなっていうふうにちょっと思って、はい、今回は特に自分用のお土産選びに悩んじゃう人とかの参考というか、前例になれればいいなと思って、今回お土産の話をトピックとして挙げてみました。はい。とはいえね、いきなり自分のお土産の話から入るのもあれなので、簡単に雑談。このラジオ全部雑談なんですけど、はい。お土産の選び方みたいな話をしていければなっていうふうに思います。人に渡すお土産ね、いやもう、私、絶対消耗品になっちゃうんだよな。いや、なりません？よくね、お菓子とかやっぱ消費されるとさ、気軽でいいじゃないですか。それこそ昔は、よく、ディズニーとか行くと、お揃いのボールペンとかキーホルダーとか買って、持って帰ってきて、学校で分けて、お揃いだねとかやったりしたけど、もうね、年重ねるとマジでやらなくなるよね。いや、あれって結構貴重な機会だったなって今になって思います。もうね、大人になるとひたすら菓子を配る。もうお菓子ってめちゃめちゃ気軽なの。やっぱ、あんまりさ、物を渡すほどの距離感じゃない人っているじゃない。でも仲良くはしたいってなった時に、やっぱ消耗品ってすごい気兼ねなく渡せていいなって思った。だからね、でかい箱を買ってでも、私たちは菓子を買って帰るわけですよ。だから、キーホルダーの交換とかね、マジでできるうちにやっといた方がいいですよ。あれは若いうちしかできないっていうのを、すごく最近学びました。ので、やれる人はぜひぜひやってください。でお菓子とは言いつつ、ちょっと仲いい人とかだと、あんまりお菓子ばっかり渡してるのもあれだなっていうのは、ちょっと思うところはあって、で、最近はね、ちょっと外した路線で行くと、入浴剤とか意外といいかもしれないっていうのに気づき始めました。そう、お土産でね、入浴剤って結構あるのよ。もちろん温泉地とか、温泉が有名、お風呂が有名みたいなところは、結構揃ってたりしますし、それだけじゃなくてね、結構観光地の
なんだろう、由来というか観光地の有名なものを入浴剤に掛け合わせるみたいなことも結構やってるところ多いなっていう風に最近見かける気がします。そう。だからね、なんか入浴剤って意外と何でもできるのよ。そう。なんかね、特産品、食べ物とかを掛け合わせたり、あとは、なんか動物イメージのパッケージだけね、パッケージだけ変えて、動物のなんちゃらな香り、なんか華やかな、フローラルな、みたいな感じので、中身自体はお花の入浴剤なんだけど、パッケージがその動物園みたいになってたりとか、そう、なんか意外とね、入浴剤って、こう、コラボ製品というか、汎用性が高いみたいで、意外と行くとあるなっていうイメージがあるので、そう、入浴剤もさ、使ったら結局なくなっちゃうじゃん。だから、お菓子じゃないけど、なんか気軽にっていう意味ではすごくいいかもしれない。まあね、でも入浴剤使う人結構限られるよね。お風呂嫌いな人とかにあげるのはちょっとあれかもしれんけど、まあでも冬場とかだったらね、これで使ってお風呂入りなよ、体調崩さないようにね、みたいな風な感じでお話が広がるっていうのはすごくいいかもしれない。はい、っていう感じで結構ね、やっぱ最近のね、お菓子といえば、お土産といえば、お菓子ですよね。あれ私なんか今循環してる発言してたわ。はい。まあいいや。はい。っていう感じで、まあ他人の話をざっくりしてみたんですが、じゃあ本題ですよ。自分でね、何を買うかっていう話をしていこうと思うんですけど、やっぱその場で選ぼうとするとかなり悩んじゃうんですよね。最近は割と、周りの様子見たり、時間の都合だったりをちゃんと考えながら、スパッと決められるようにはなってきたんだけど、それでもやっぱり優柔不断な性格が根っこにあるので悩みがちで。ってなった時にじゃあ何をするかっていうと、旅行先で買うものを事前にピックアップしておくようになりました。で、これは旅行先に合わせて何かを調べるとかじゃないんですよ。なんかよくあるじゃん。この観光地だとこれが有名だからこれ買って帰ろうみたいな。でもそれっていちいち調べるの結構大変じゃない？そう、社会人になって思うことのもう一つは時間が足りない。そう。意外と時間ってないの。仕事終わりに動く気力って意外とない。から、その調べてこれにしようって決めるんじゃなくって、旅行に行ったらこれは見ておこうっていうね、自分の中の定番を作るのがすごい私には合うやり方だなっていうのを最近思いました。そうで、コレクションできるものとかはね、特にこれ相性いいと思います。なんか、旅行先に行ったらこれを買う。で、これを集めていくと、どこに旅行行ったか、なんか記録が積もっていって、やりがいじゃないけど、なんか思い出にもなるみたいな。そう。まあね、物が溢れてかさばるのはすごい決定なんですけど。そう。でもね、結構旅行行ったら、店でこれを見ようっていうのを作っておくと、かなり悩む時間が削減されると私は思う。そう。じゃあ、具体的に何をっていう話になると、私がよく買うもの4つぐらいあって、まず一番優先度が高いのが、しおりなんですよ。しおり。本のしおりね。そう。これが意外とお土産文化と馴染みがあるらしく、どこに行っても7、8割置いてる。ただね、最近ね、紙の本読む人そんなに多いわけじゃないから、需要があるかって言われると微妙なラインではあるんだけど、結構ね、どこのお店でも売ってます。観光地でも売ってるし、博物館とかの施設とかでも結構売ってるなっていう風に見かける。で、私はこれをめちゃめちゃコレクションしてる。そう。なんかね、大学とか、社会人になるぐらいで、それこそいろんな場所に行くようになって、お土産を決めようってなった時に、私文学部で小説書いてて本好きなんですよ。全然、読書量とは比例はしてないんだけど、本が好きで、なんか本に馴染みのあるものだったら愛着が湧くなって思ったんです。そう、だから、それでパッて思いついたのがしおりだったのね。そう、なので、私のお家には、全く一切使ってないしおりが、30、40ぐらい今コレクションしてあります。そう、出先でね、いっぱい買って食べてるの。意外とね、その土地の有名な景色だったり、有名な特産品だったり、あと工芸品とかが反映されたしおりって意外とどこも売ってるんですよ。そう。だから集めてみると意外と種類あって面白いなって思いました。はい。っていうね、まあ、ちょっとしおりめっちゃ喋っちゃったんですけど、そう、しおりは私が、出先で買おうと思って探すもの第1位ですね。で、第2位ぐらいからは、まあ割とこの辺平等なんだけど、ポストカードとかもよく見ます。
そう。なんかね、やっぱ無難だよね、ポストカード。あと、かさばらない。100均とかにさ、はがき入れるやつとかあるじゃん。なんかああいうので気軽にコレクションできるのはね、いいなと思います。しおりはね、意外とかさばりますよ、あいつ。なぜっていうと、定型化されてないので、ユニークな形のやつとか、サイズもバラッバラ。なので、今ね、ディズニーで買った結構でかい A4 ファイルサイズぐらいあるカンカンに入れてるんだけど、もうすでにパンパンになり始めてる。2年目ぐらいで。そう。だからその点、ポストカードはね、収納が楽なのはいいと思う。コレクションしやすいと思います。そう。で、ポストカードって大体1種類単体で売ってることってないじゃないですか。そう、なんか大体、なんていうの、ガラガラのラックってわかる？ぐるぐる回すやつとかで、いっぱい売ってたりするから、好きなやつをね、選べるのはすごいいいことだと思う。選択肢が多い分、自分に合ったものは探しやすいかなと思います。あと、お値段もね、張らないので。そう、しおりはね、もう本当にピンキリなんだよね。マジで3000円とか5000円とかするやつもあれば、マジ50円とかで買ったやつあるよ。そう。とか100円とかも全然あるから、そう、本当にピンキリなんだけど、ポストカードは比較的値段がね、安定してると思う。だいたい100円から200円、300円いかないかなぐらいのものが多いような印象です。だから結構気軽にね、コレクションしやすいっていう意味では、ポストカードすごいおすすめです。はい。で、3つ目として挙げますのが、お茶ですね。私お茶飲むの結構好きなんですよ。そう、さっきちょっと喫茶店行くみたいなお話をしたんですけど、そう、ちょっとこれね、話すと長いんですけど、私もともと紅茶もコーヒーも飲めない人間だったの。そう、ただ高校生の時にどうしても行きたい喫茶店が学校の近くにあって、それで頑張って紅茶を飲めるようにしたっていう経緯があって、ティーバッグの美味しい入れ方みたいなのをちゃんと勉強したの。そう、なんか下手な入れ方すると本当に渋くてね、マジで飲めたもんじゃないのよ。そう、だから、ちゃんと説明書を読んでというか、沸騰したお湯なのか、ちょっと冷めた80度ぐらいのお湯なのか、茶葉は先に入れるのか入れないのか、一回入れたものを捨てた方がいいのかみたいなのをちゃんと整理してやるようになってからお茶飲むの結構好きになったんですよ。とはいえね、茶葉だけで買うこと全然ないんだけど、そう、あくまでね、ティーバッグの民ではあるんですが、そう、ティーバッグのお茶って意外とね、どこも売ってます。お茶の名産地に行ってね、買った方がもちろんいいっていうのはあると思うんだけど、でもね、なんだろう、パッケージで買うのもありだと思うの。茶箱ってご存知ですかね？私、静岡の掛川に旅行に行ったりしたことがあるんですけど、そう、なんか箱がね、タバコみたいな箱なの。で、スティックのお茶が、粉末のお茶がね、入ってるんですけど、そう、掛川のお茶、掛川茶とかが、そう、タバコみたいなパッケージで売ってるってやつが、茶箱っていう商品なんですけど、それがね、なんか全国展開されてるっぽいんだよね。全国って言ってもそんなに各地にあるわけじゃないんだけど、例えば大阪のね、どっかのメトロに自販機っぽい感じで置いてあった。そう。中身はね、多分掛川のお茶なのよ。確かね。そう。多分産地見たら書いてあると思うけど。そう、ただパッケージが大阪メトロでバージョン違いでちょっとかっこよかったんだよね。とか、あとね、上野かなんかのね、美術館にも売ってた茶箱。そう。でもね、パッケージ代バカ高かった。そう、私が掛川で買った茶箱はいくらだったかな？ 500 円とか600円ぐらいだった気がする。で、大阪の茶箱もそれぐらいだった気がするのよ。でもね、上野の美術館はさすがです。1500円ぐらいした気がする。4桁乗ってた。茶箱。そう。でもその分ね、やっぱパッケージは凝ってましたね。あと、やっぱり実在する美術品とかね、あると、ちょっと権利関係でね、お金がかかるんだろうなっていうのを感じたんですけど。そう。だからね、お茶が名産地で、お茶を買うっていうのはもちろんありだと思うんだけど、そのお茶のパッケージを、地方仕様にしてるみたいなのは、結構、パケ買いしがちな人間なので、面白いなと思って、買っちゃいますね、お茶。よく買っちゃう。はい。で、最後4つ目がお酒ですね。いやー、これはね、言わずもがなでしょ。みんな好きでしょ？成人、お酒。地酒とか大好きなんですよ。だからこれは、お土産さんで買うっていうよりかは、なんかね、変なコンビニ入ったりとか、個人経営のお酒屋さん酒屋に入ってお話聞きながら買ったりするのが好きなんですけど、やっぱ地酒はいいですよ。もちろんね、その現地で買ってというか、現地の居酒屋に行って飲むっていうのももちろんいいとは思うんだけど、私はね、あんまりお酒が強いタイプではないので、お家とかホテルとか、ゆっくりできるところでちまちま飲みたいタイプなのね。
そう。だから結構お酒はお土産として買うこと多いですね。あと、お家でお酒飲んでるとさ、なんかそう産地とか結構意識したりするから、あ、これ、ここのお酒だな、あの時ああいうの楽しかったなっていうのを思いながら、そこで買ったおつまみとお酒を飲むと、思い出話にも浸れるっていうのがね、個人的にはいいところだなって思って、地酒はよく買って帰っちゃいますね。まあ、確かに割れ物危ないとかはあるんだけどね。いやでも意外といけますよ。スーツケースの中にガチリ固定させてというか、動かないようにして持って帰るとかすれば全然いける。そんなでかい瓶買わないしね。はい、っていう感じで、私はね、お土産事前に買うものを、しおり、ポストカード、お茶、お酒あたりで、結構、固めてますね。だから、お土産屋さんに行ったら、まずこれを見るみたいなのを決めておくと、あ、今回しおりあるじゃん。じゃあ買っとこう、みたいな感じで、結構、さらっとね、買えるようになった。逆に買いすぎて困る面は確かにあるんだけど、それでもね、一切悩みすぎて買えなかった頃と比べたらだいぶ進歩したなっていう感想です。はい。ので、もしね、お土産選び悩んでる方いたら、なんかそういうやり方もあるんだなっていうのの参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい。で、本題を話し終わったので、ちょっと脱線した話もしましょうかね。お土産って皆さん配ります？私配る前提でさ、最初に他の人に何あげる？お菓子いいよねみたいな話をしちゃったんですけど、みんなどうなんだろう。なんか最近さ、配らないみたいな文化もあるじゃん。でも私はどっちかっていうと、その家族も会社もなるべく買って帰るタイプなのね。そう、めっちゃ買うし、渡す。そう、なんならね、会社とかだと、お土産は配る派です。もちろんね、大箱置いて、ご自由にどうぞみたいな感じで付箋つけとけばみんな取ってってくれるとは思うんだけど、私はどっちかっていうと自分で渡しに行く派ですね。はい。っていうのも結構いくつかちゃんと理由はあるのよ。そう、いいことがあるの。いいことがあるからそりゃやるんだけど。そう。私話すの苦手だからね、本当はね、苦労をしないんだったら絶対に置いといた方がいいの。でも私に行った方がメリットがあると思うから私は自分で渡しに行くわけなんですよ。なんか私続いてちょっと聞きにくいね。ごめんね。はい。で、なんでかっていうと、最初結構前の方で言ったんですけど、私旅行先での体験を重視するタイプなんですね。で、体験ってちょっとどうしても共有しがたいというか、例えばなんか物を買ったら見てみてこれ可愛いでしょっていう風に見せられるじゃないですか。でも、こういうのが楽しかったんだよっていうのって結局話さないと共有ができないんですよ。話して写真見せてみたいな。そう。だからなんか勝手に広がっていかないというか、そう私が話さないと共有できないのね。そうだから、話すきっかけ作りとしてお土産ってめちゃめちゃいいのよ。だってお土産ってさ、渡すと絶対、どこ行ってきたのって話をさ、大体聞いてくれるじゃないですか。そうだからそれをきっかけに、自分が体験した楽しかったことを広げていける、話していけるっていうのが、2回目の自分の満足になるというか、もちろんね、体験した時点ですごく自分は満たされてはいるんだけど、それを楽しかったよって言ってる時間もやっぱ自分にとってすごい大事だなっていうのを感じるのね。そう、だから、その話すための賄賂みたいな感じで結構私に言っちゃうことはよくありますね。で、あとはね、お土産って、コミュニケーションツールとしてマジで万能すぎるっていうのを最近学習しました。もともとコミュニケーションすごい得意じゃないというか、話下手な方だったので、どうやって練習してきたのかなっていうのをちょっと振り返ってみると、結構お土産って大きな文化だなって思うんですよ。そう。さっきもちょっとちらっと言っちゃったんですけどね、自分から話しかけるの苦手でも、お土産って渡すと大体そこから話が広がるじゃん。そう。どうぞって言ってありがとうで終わっちゃう人ももちろんいるんだけど、割と6割、7割ぐらいの人は、どこ行ってきたのって聞き返してくれるのね。そう。よく私が旅行出かけるのが好きっていうのを知ってる人だと、またどっか行ってきたのみたいな感じで、ちょっといじる感じでね、返してくれる方もいらっしゃったりするんだけど、そう。絶対話が返ってくるんだよね。これ美味しそう、これなーにみたいな感じで、そう、振ってくれる人も多くって。で、聞かれたら答えるじゃないですか。そう、だから強制的に会話の機会を作れるの。お土産って。いや、それってすごいなって思って。だから、私もすごい
話すの苦手だし、できることなら避けたいと思ってずっと生きてきたんですけど、でもやっぱ練習って大事だなと思って。そうだからお土産を渡すと、その会話を強制的生ませられる。なんだろうな。自分に強制的に試練の壁を与えられるのね。そう。だから、なんか無理に話す練習とかしなくても、お土産渡して、それに対する質問が来て、それを返すっていうのをやってるうちに、なんかコミュニケーションが上達していくような気がして、めちゃめちゃ練習になるなと思って、もうそれに気づいてからはね、めっちゃお土産渡しますよ。そりゃだって上手くなりたいもん。仲良くなりたいし。別に話すの苦手だからといって人に嫌われたいわけじゃないので、そう。だからお土産渡すとすごいそこの練習になるっていうのはいいことだなと思って、やるようになりましたね。で、なんかこういうの聞くとさ、なんかお金かかるし嫌だなって思う人もいるじゃん。いやでもね、お金確かにかかるんだけど、私にとってはすごい必要な投資だなと思っちゃいます。やっぱね、だってそれを渡すことで、その自分の会話の練習になるし、プラスでっていうか、まあ、逆の方が本命なんですけどね。そう。でも渡すとやっぱ縁ができるじゃん。そう。なんかね、そういうちっちゃいつながりって絶対後々役に立ってくると思うんだよね。というか私が実際役に立ってるなっていう風に感じるからこれは言うんだけど、そう、なんかそういう風につながりを作っておいた人が、すごく自分が困った時に、ちょっとだけ声かけてくれる人になってくれるなっていうのをすごい感じるので、私からしたらね、1000円、2000円ぐらい必要な投資ですよ。大事な投資。そうだなと思って渡しています。ということを散々語った上で、先に渡しとけばもらえますよ。そう。いろんな人にお土産配ってる様子を見せておけば、あ、この人頑張ってるな、配ってるな。なんか今度買ってきてあげようかなって気持ちに絶対なるよ。そういう風に可愛がってくれる先輩方はたくさんいます。そう。だからね、先に渡しておくっていうのはね、すごい大事なことだと思うよ。完全にこれは下心ですけど。そう。だから本当に一つ配るじゃん。だって5人に配ったら5人から返ってくるんだぜ。5倍ですよ。お得でしょ？なんかそういう考え方があってもいいかなとは思います。そう。結果的になんかそういう話が上手くなるだったり、いろんな人とご縁ができるっていうメリットはありつつね。そう。まあ、物理的にね、お得なところもあるからやっておいて損はないんじゃないかなとは思います。まあ、とはいえ、まあ、お土産ってね、確かにさっきも言ったけど、お金はかかるんです。まあ、多少の出費とはいえ、お金を払っているのは事実。で、それに対して確約された何かが返ってくるわけでもないので、お財布と相談してね、無理のない範囲でやると、まあ、ちょっといいことあるかもね、みたいな。今すごい大事なこと言ってるのに感じちゃった。そう、なんか無理のない範囲でやっておくと、まあ、いいことあるかもね、くらいの気持ちでやっておくと、意外とね、お土産って大事だと思いますよ。というのが私の個人的な意見になります。はい。というわけで、本題のね、自分のためのお土産をどう買うかみたいな話からはだいぶ逸れちゃったんですが、はい。ここまでしてきたお土産の話、いかがだったでしょうか？そう、旅行先行ってね、お土産買うのって本当に楽しいんですよ。なんか自分のための、さっき投資の話をしたけども、なんか自分のためにお金を使うのってすごい難しかったんだけど、なんかそれってすごい大事だなっていうふうに思い始めた。自分を大事にするというかさ、なんかやめよっかこの話。なんか重たい話になってきちゃった。違うんだよ。そういう話がしたいわけじゃない。自分を甘やかすのも大事だよねって話です。はい。今回はお土産の話をしてみました。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。